日本の三大怨霊と呼ばれる菅原道真、平将門、そして崇徳天皇。バーチャル怪談百物語。崇徳天皇、その名を聞いたとき、かつての朝廷は恐れおののいた。たたると国家が震えると。だが本当に怖いのは幽霊が出るという話ではない。一人の人間がこんなにも深く傷つき、こんなにも完全に捨てられた。それが歴史に刻まれているという事実だ。あなたは最後まで見届けられるか。崇徳はどこで人ではなくなったのか、それとも最後まで人だったのか。日本で最も尊い存在、そのはずだった。5歳の少年が王座に座らされた。名は崇徳。だがその小さな背中に乗せられたのは権力ではなく重しだった。天皇、そう呼ばれながら彼は何一つ決めることができなかった。祭りごとは祖父のもの、院政は父のもの、少年はただそこにあるためだけの器だった。夜、御所の奥で誰もいないはずの廊下に自分の足音だけが響く。だが彼は時折思った。これは本当に自分の人生なのか。5歳で即位し、やがて若くして退位。王座は与えられ奪われた。誰の意志でもない彼の意志だけが最初から存在しなかった。天皇という名の檻、黄金で飾られた檻、そこに閉じ込められた少年は静かに考え始める。私は誰だ？答えは返らない。いや、返ってくるのは他人の声ばかりだ。祖父の声、父の声、帝臣の声、命令、指示、儀式、形式。崇徳の内側には何も育たなかった。いや、一つだけ育っていた。言葉にならないもの、形を持たない感情。それは怒りではない、まだ奪われ続けるという感覚。人は何かを奪われ続けるとどうなるのか。叫ぶ者もいる、泣く者もいる。だが声を上げることすら許されなかった者はどうなるのか。少年帝は学んだ。沈黙を、従順を、そして諦めを。だが諦めとは本当に消えるものなのか。それはどこへ行くのか。心の底に沈むのか。それとも形を変えてどこかで膨らみ続けるのか。崇徳はまだ知らない。自分の中で何かがゆっくりと熟していることを。それは腐敗にも似ている。静かで誰にも気づかれず、だが確実に濃くなる。黄金の檻の中で、天皇という器の中で、怒りはまだ名を持たない。だが確かにそこにあった。やがてその感情は歴史を揺らす。いや、国を震わせることになる。だがそれはまだずっと先の話だ。保元の乱、兄と弟、天皇という器。血は水よりも濃い、そういう。だが王座の前では血はしばしば刃になる。崇徳には弟がいた。名は後白河。同じ血を分けた兄弟。だが二人は同じ場所を見ていなかった。崇徳は信じていた。自分こそが正当。大位はしたが皇位は本来我が子へ継がれるはずだった。だが朝廷は選ばなかった。
選ばれたのは弟の系統。理由は語られない。いや、語られたかもしれない。だがそれは政治の言葉だった。正しさではない、都合だ。人は裏切られた瞬間を覚えている。だがストクの場合、それは静かだった。祝賀の声が響く宮中、笑顔の公家たち、儀式は滞りなく進む。その中心に自分はいない。王座は弟のものになった。保元元年、ついに火は形を持つ。それが保元の乱。弟と兄、兄と弟、どちらが正しいかではない。どちらが勝つかだ。武士たちが動く。源氏、兵士、弓が引かれ、刃が抜かれる。ストクは戦を望んだのか、それとも望まされただけなのか。戦はあっけなかった。歴史は残酷なほどに簡潔だ。敗北、その二文字で全てが終わる。ストクは捕らえられた。処刑ではない。流罪、讃岐へ、都から切り離される。その夜、都を離れる船の上でストクは何を思ったのか。怒りか悔しさか、いやそれよりももっと冷たいものだったのかもしれない。理解。自分は選ばれなかった。正当でもなく必要でもなく、ただ排除された。弟は都に残る。兄は海の向こうへ。同じ血が二つの道に分かれた。その分岐点に剣はいらなかった。必要だったのは政治の判断だけだった。人は戦で負けると怒る。だが存在そのものを否定された時、怒りは形を変える。それは叫びではない。燃え上がる炎でもない。静かに深くそこへ沈む。そしてそこで濃くなる。讃岐へ向かう船は波を切る。都は遠ざかる。ストクは振り返らなかったという。だがもし振り返っていたなら、そこに見えたのは都ではなく自分の人生だったかもしれない。この時怒りはまだ爆発していない。だが名前を持った。裏切り、そして孤独。讃岐の闇、怒りの変質。讃岐の海は静かだった。あまりにも静かで、まるで世界が終わった後のようだった。都のざわめきはない。権力の匂いもない。あるのは風と波と置き去りにされた一人の男、ストク。かつて天皇だったもの、いやだったという言葉が彼の中でゆっくりと腐り始めていた。人は奪われると怒る。だが何もかも奪われた時、怒りは行き場を失う。叫ぶ相手もいない。刃を向ける相手もいない。その時怒りは外へ向かわない。内へ向かう。ストクは写経を始めた。経を写す。ただ黙々と一文字一文字を刻む。祈りのためか、許しのためか、あるいは自分を保つためか。筆は止まらない。日が昇っても沈んでも文字は増えていく。だがその文字の奥に別のものが滲んでいく。都へ送られた経、それは拒まれた。受け取られなかった。理由は汚れ。流罪の帝の経など朝廷には不要だと。その瞬間何かが切れた。しかし音はしなかった。だが確かに内側で何かが裂けた。
人は祈りを拒まれるとどうなるのか。祈りが行き場を失った時、それは何に変わるのか。許しを求めた言葉は返されなかった。ならばこの言葉はどこへ行く。伝承は語る。ストクは血で経を書いたと、舌を噛み怨念を込めたと。だが真実はどうでもいい。重要なのは人々がそう語り始めたという事実だ。讃のいおりで明かりが揺れる中、ストクの影は壁に大きく伸びる。その影はもはや人の形ではなかったという。それは角のように歪み、腕は長く、目は底の見えぬ闇だったと。もちろん誰も見ていない。だがそうであってほしいと誰かが願った。怒りは名前を変える。裏切りは物語になる。そして物語はやがて怪物を生む。ストクはまだ生きている。だがその姿は都の人々の中ですでに変わり始めていた。帝ではない、敗者でもない。そう、それは怨霊になった男。そう呼ばれ始めた時、彼はまだ息をしていた。讃の夜は長い。波は何度も岸を打つ。ストクは座り続ける。筆を握る。だがその目はもはや経を見ていない。見ているのは都、裏切り、選ばれなかった自分、そして失われた正当。怒りは燃えない。凍る。凍りついた感情は固くなり、やがて砕けないものになる。その時、人は人でなくなる。ストクはまだ何もしていない。だがすでに恐れられ始めていた。それが最初の怪異だった。ストクは讃で息を引き取る1164年、静かな最後だったという。だが静かに死んだ者が静かに終わるとは限らない。都ではその後奇妙なことが続いた。まず政変、そして急死、火災、雷、疫病、偶然、そう呼べば済む。だが人は偶然が続くと意味を探し始める。後白河の周囲で不穏が重なる。皇族の不幸、貴族の急死、兵士と源氏の騒乱、そして都を焦がす炎。やがて起きる平清盛の死、その後の動乱。歴史は血を流し始める。人々はささやく。これはストクのたたりではないか。国家が震える瞬間は事実ではなく空気で生まれる。朝廷は恐れた。いや、正確には恐れなければならない空気になった。ストクの御霊を鎮めよ。祭れ。怒りを鎮めよ。そうして一人の敗者は死後帝として復活する。白峰に祀られる。やがて京都にも祀られる。それが後の白峰神宮。敗れたはずの男が死後国家に祀られる。なぜかたたると信じられたからだ。そして日本史は戦乱へ向かう。兵士の滅亡、源氏の台頭、武士の時代へ。ストクは直接剣を振るっていない。だが彼の名は動乱の背景に浮かび続けた。哲学的に言おう。怨霊とは何か。それは抑圧された正当性の亡霊だ。正しいはずだったものが否定されたとき、その否定は歴史に歪みを残す。歪みはやがて振動になる。振動は国家を揺らす。つまり国家を震えさせたのはストクか、それともストクを恐れた人間たちか。どちらだ。ストクはついに日本三大怨霊と呼ばれる
菅原道真、平将門、そしてストック。名を並べられた瞬間、彼は完全に物語の存在になった。生前否定された男、死後国家を動かす名となる。これほど皮肉な復讐があるのか。国家は震えた。だが本当に震えたのは人の心だった。ストク天皇は本当にたたったのか。雷を落としたのか。疫病を広げたのか。国家を震わせたのか。証拠はない。だが恐れは確かに存在した。そしてその恐れは歴史を動かした。皆さん、怨霊とは何か。それは死者ではない。それは否定された感情の帰る場所だ。選ばれなかったもの、正しいと信じていたのに切り捨てられたもの、声を上げても受け取られなかった祈り。ストクの物語は遠い昔の帝の話ではない。私たちの中にもある。あなたは何かを否定されたことはあるか。努力を笑われたことは、信じたものを価値がないと言われたことは、この時生まれた感情はどこへ行った。怒りは消えない。凍る。凍ったまま心の奥に沈む。それを放置すれば、それは怨霊になる。外へ向かわず内側を蝕む。ストクは国家を震わせた。だが本当に震えていたのは罪悪感を抱えた側だったのかもしれない。正当を捨てた者、都合で歴史を選んだ者、彼らの恐れがストクを怪物にした。つまり怨霊とは恨むものではなく、恐れるものが生み出す影だ。ストクは今も祀られている。京都の白峰神宮。そこにいるのは怒れる帝か、それともようやく認められた魂か。あなたはどう思う？ストクは本当にたたったのか、それとも国家が作り出した幻か。もしあなたの中にまだ凍った怒りがあるなら、それを怨霊にするか、それとも物語にするかはあなた次第だ。歴史は死者の記録ではない。生きている私たちの鏡だ。ストクは問い続けている。選ばれなかった者はどう生きるのか。そして今、画面の向こうのあなたにその問いは向けられている。